士は君たちの存在に気づくや否や、そこの御仁、我と手合わせ願いたいと言い、剣の塚に手をかけた。相手に隙はなく、君という好敵手を逃さんとしているようだ。君は覚悟を決めて、剣を鞘から引き抜いた。真の強者よ、これはそなたにこそふさわしい。謎の騎士は、君にとある鎧を託した。我はずっとここにいる。また手合わせ願いたい。騎士はそう言うと、剣の素振りを始めた。強者よ、待っていた。騎士は、ただならぬ気合で君に再戦を申し込んできた。今更だが、3対1ってずるいような。いや、次こそは勝つ。騎士は納得いかない顔で、君たちに背を向け、剣の素振りをし始めた。宿屋に行くと、店主がハンドベルをガラガラと鳴らしながら、おめでとうございます、と言った。君たちは、この宿屋の1万人目のお客様だそうで、特典として未来永劫タダで休んでいい券をもらった。ここで君は、万能の力を有する竜の涙の使い道を選択する必要がある。君は何かにすがるように竜の涙に祈りを捧げる。すると君は竜の涙から放たれた激しい輝きに包まれ、徐々に意識が遠のいていく。どこからか声が聞こえる。起きて、とリディが君の体をゆすっている。目を覚ました君は辺りを見回した。無事でよかった、とクロエは君を見て涙ぐんでいる。君は人間の姿に戻ったクロエを見て、思わず安堵のため息を漏らした。ブルーノによれば、竜の涙が激しく光り輝いた後、君は倒れ、少しの間、気を失っていたらしい。その時、君は周囲にメルブールの姿が見えないことに気がついた。君は人間に戻ったメルブールを優しく、しっかりと抱きしめた。かくして、君の旅は一旦の結末を迎えた。これはその後のお話。始まりの城に戻り、一連の顛末を女王バニラに報告した君たち。ドラゴンの真相を解明した君たちには、莫大な賞金が与えられた。しかしそれは、すべてリディの家の修復費用に消えた。ブルーノは海岸の町の自宅に戻り、またゴルドーと小競り合いを続けている。ドラゴンは余生を安らかに過ごしたいという条件付きで、王国への竜の涙の一定供給を約束。女王バニラは白の教団の非人道的な行いを糾弾し、薬製造技術を没収。健全な薬の生産体制を整えるべく尽力した。シラハ、白磁、ブランの3人組は白の教団を脱退。恵まれない人々を救済する新たな団体を設立し、活動に勤しんだ。そして君、メルブール、クロエの3人は、女王バニラから申し出られた宮遣いの誘いを性に合わないと断り、新たな冒険へと旅立った。双子の賞金稼ぎと黒き魔法使い。今日も世界のどこかで3人の口論が聞こえる。これは物語。遠い過去であり、遠い未来の物語。ここまで遊んでくれてありがとうございました。今回の冒険はいかがでしたか？それは失礼しました。しかし、
真摯な私は真摯に受け止めたく思います。真摯だけにね。さて、あなたとの長旅もここで終わりかと思うと名残惜しくはありますが、ボイスオブカードの世界でまたお会いしましょう。それでは本当にありがとうございました。陸位、人が、世界が殺さぬのならば、私が全てを終わらせてやる。ありがとう。ドラゴンの怨念は晴れやかな微笑みをたたえるとゆっくりと消えてゆく。君たちはドラゴンの怨念を苦しみの呪縛から解き放つことに成功したようだ。あの怨念はドラゴンの本体をも凌駕するほどの力を宿していた。その力がもし外に出ていたとしたら、君たちは大きな脅威から世界を救ったのだ。しかしそれは誰に知られることもなく、自称勇者と仲間たちの冒険はまだまだ続く。